みんないないみたいだけど、ママ、暗くて何も見えないよ。眩しい。なんだこの光は。せーの。ノーマン、11歳のお誕生日おめでとう。誕生日？みんな、その衣装どうしたの？それに屋根の飾り付けは？釣り用のライト？今日は3月21日、ノーマンの誕生日でしょ。は忘れてたの？最近考え事ばかりしてて。エマ、その格好。びっくりした？エマ。サンゴ色の赤いドレスに長い髪。あの女の子は私だったんだよ。やっぱりエマだったんだ。これね、ママに教えてもらいながらギルダと一緒に作ったんだ。エマ、裾をまくっちゃダメ。いて。もう似合ってるのに中身エマのままなんだから。つい。すごいね。服作れるなんて知らなかった。最初はママに教えてもらって、採寸したり型紙に起こしたりするのはほとんどママがやってくれたの。ノーマンに見られないように赤ちゃんたちの世話をするときに教えてもらってたんだよ。なるほど。そのタイミングなら僕が感知することはできない。何か言った？ああ、なんでもない。そのドレスだけど色を染めたの？嘘。やっぱりノーマン気づいてたの？あの女の子に扮しているのがエマだったら、ドレスはママが持ち込んだものかハウスの中にあるもので作られたはずだ。もし作ったならば、まず色のついた布が必要になるからね。屋根裏で見たバケツの中の液体は植物を煮出したような匂いだったし。すごい。さすがノーマン。朝ギルだからこの香りがしたのは早朝に染めてたから。香りしてた？でも多分衣装かぶって寝ちゃってたからだと思うな。染めてからもしばらく香りがするから。なるほど。みんなの分作ったの？全部型紙から作ったわけじゃないの。着なくなった服を染めて、レースとかビーズの飾りをつけたり、模様を描いたりして作ったのが多いよ。それでも大変だったでしょ。すっごい大変だった。でもエマからノーマンびっくりさせたいって聞いたから、これくらいやらなきゃって思って。それにいつもはできない特別なことだもん。すっごく楽しかった。ギルダ、ありがとう。エマの髪はどうなってるの？それつけ毛だよね。この紙はママがお人形を作る素材を分けてくれたの。でも邪魔。すっきりした。これくすぐったくて。せっかく可愛かったのに。ノーマン見て。何？ジェミマ。これエマそっくりでしょ？その本珍しいね。ドンが絵本を読むなんて。これは何でもねえから、コニーに読み聞かせしてて図書室へ返しに行くとこ。その本がどうしたの？ここの挿絵を見て。ドレスのデザインはこの絵本を元にしたの。なるほどね。確かにそっくりなわけだ。で、ノーマンの衣装も作ったの。この挿絵の王子様みたいなやつ。これよ。そりゃそうだよ。今日の主役だもん。着てみて着てみて。素敵。やっぱり似合う。本物の王子様みたい。ノーマンよく似合ってる。かっこいいよノーマン。ありがとう、みんな。レイも手伝ってくれたの？
まあな。けどノーマンにサプライズとか俺は無茶だって最初に言ったんだよ。けどエマがみんなでグルになればできるとか言って聞かねえから。でもできたじゃん、大成俺がどんだけフォローしたと思ってんだ。姿見られるとかクソ致命的なミスしやがって。功。ごめんなさい。なるほど。エマが言い出したことだったんだね。一つわからないのは、屋根裏に置いてあったバケツが消えたタイミング。あの時バケツを移動させることができたのはママに頼んだ。その通りだ。テストの前に別の場所に移動させてもらった。ママはご丁寧にバケツの痕跡と足跡も消しておいてくれたみたいだ。なるほど。最初にあったあの足跡はギルダだったんだね。うん、そう。染料のバケツもだけど、レイが衣装とかいろいろ隠しておいてくれたんだよ。そうだ。これだけのものを探しても全然見つけられなかった。レイ、どこに隠してたの？今までノーマンが探してない場所。まさかハウスの外や床板の下とか？レイならそれくらいしそうだ。で、レイが女の子の方に僕の目を向けさせるため、エマにもう一度姿を見せるように指示したってことか。ご明察。あの時ドレス姿の女の子を追っていた僕の前にエマが元の服に着替えて登場したというのはわかる。けどそれにはドレスを隠す場所が必要だ。白い服は下に着ていられたかもしれないけど、脱いだものはどこかに隠さなきゃいけない。なんだろうこの箱は。朝は確かになかった。こんな大きい箱を見逃すはずがない。空っぽか。これ洗濯しなきゃ。あ、そうだよね。ごめんノーマン、フィルと下に行くね。あの箱、もしかして二重底からだと思ったけど、その底板の下にエマが脱いだドレスを隠したんだね。探すなら空き部屋か俺らの部屋だと思ったけど、やっぱ自分の部屋も探したか。箱の置き場所はやっぱり例の入れ知恵か。けどそもそもノーマン、夜にドレスの女の子が現れた時にはもう俺らが一枚噛んでると思ったろ。うん、2階に追いかけて上がった時から。だってあれってエマかレイ、もしくはどちらともが女の子の正体と協力してやってたら挟み撃ちとか意味ないもん。だよな。けどドレスをどうやって隠したかだけはわからなかったから。だろ俺のアイディアびっくりしただろノーマン。どんなアイディアだったんだね。ちなみにあの夜の廊下に登場した女の子、あれ俺がやってました。ノーマンよりエマが驚いてるし。私その作戦ギルダがやるんだと思ってたけど、あ、道理で背中の縫い目ちぎれそうになってると思った。やだ、あれドンが来たせいだったの？悪い。ノーマンから確実に逃げ切れるようにってチェンジした。そうか。ナイラとマルクが女の子を見ていないって言ったわけが分かったよ。2人が見たのは女装したドンだったんだからね。どうよ俺の演技力。夜だったとはいえ自分の視力に自信持てなくなるよ。元気だぜ。ノーマン、何フィル。手貸して。うん。はい、僕からも。うわー、綺麗なタンポポ。フィルたくさん集めたね。えらい。この間3人で丘に上がった時は1輪しか咲いてなかったけど、いつの間にかもうこんなに。ありがとうフィル。フィルにも騙されちゃったな。すごいねフィル、ノーマンに褒められた。もう二度とやらねえからな、こんな面倒なこと。じゃあ次の私の誕生日会はやってくれないの？自分で頼んだらサプライズにならねえだろ。そうだけど。
僕にとってはすごい驚きだったよ。今日までのみんなの行動も含めてね。まさか僕の誕生日会のためだったなんて。ノーマン、どうせ今日が自分の誕生日だって忘れてたろ。去年も一昨年もそうだったからな。それに今日までずっと誰かが気になって何も手につかなくなってたからな。それは。誰かって？レイ、ちょっと。もう引っ張るなって。レイ、意味深なことばっかり言って絶対楽しんでただろいや、すっげえウケたわ。本当はエマって分かってて聞いてると危うく吹きそうになった。まったくいい性格してるよ。ノーマン、こっちここに座って。みんな、せーの。ノーマン、おめでとう。僕たちからのプレゼント、紙で作ったの。金色の冠。ありがとう。かくれんぼするって言ってみんなも協力してたんだね。すごい。ノーマン、じゃあここで聞いててね。聞く？みんな準備できた？よし、行くよ。シンディ。はーい。せーの。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。すハッピーバごい。ースデーディアノーマン。ハッピーバースデートゥーユー。みんなでね、コニー、みんなで勉強するんだ。あれはベルのベだったのか。みんなすごかったよ。みんなお皿を運んでちょうだい。今日はお外で食べましょう。飾り付けママと一緒にやったの。見て、オムライスにノーマンって書いてみたよ。おお、すごい。ロッシー、アリシア、ありがとう。ノーマン、あなたのバースデーケーキよ。11歳のお誕生日おめでとう、ノーマン。うわあ、ありがとうママ。さあ、みんな席について。ノーマンのお誕生日をお祝いしましょう。みんなグラスを持って。ノーマン、お誕生日おめでとう。おめでとう。乾杯。ねえノーマン、ん？びっくりした？うん。ノーマンの誕生日プレゼントは今までにもらったことないものにしようって思ってたんだ。プレゼントはびっくりすることだよ。でも確かにノーマンがびっくりしてるところって見たことないかも。あの時に。ノーマン？びっくりした。すっごく。やったー。ねえ、もしみんなが大人になったらこんな風にいろんな服を着て外で食事を囲んでたりしてるのかな。それってすごく素敵だよね。うん。エマ、僕は。なんでもない。いつか話すよ。わかった。約束。約束。
指切り玄満、嘘ついたら針千本飲まず。指切った。目を閉じると、あの夜の賑やかな光や音色が脳裏に浮かぶ。僕の11歳の誕生日をエマがあんな風に祝ったのは、これがハウスのみんなで挙げられる最後の誕生日会になると心のどこかで分かっていたからだろう。12歳までに僕たちはハウスを旅立つ。あんな形でとは夢にも思わなくても、あの頃からずっと別れは定められていた。ねえ、ノーマンは大人になったら何になりたいの？エマ、僕はエマと一緒にいたい。